糖尿ウォーカー雨の日ラジオです。改めまして糖尿ウォーカーです。普段はですねサイクリングや、散歩で血糖値を下げるという動画を上げております。まあ出先で写真を撮って帰ってきてるだけなんですけども、秋から糖尿病の治療を始めたということでそんなことをやっております。で2週間ぐらい前に雨の日が続いて収録に行けませんで、先週に行ってきたんですが、編集が間に合わずですね、今回は10月に撮った写真のスライドショーでも見ながら、お話でもしてお茶を濁そうと、そういう回でございます。パンが食べたい。あの、私のこの動画をどれくらいの同じ病気の人が見ているか、ちょっと分かりませんが、パンが食べたくなりませんか？お医者さんにですね、ドクターに、炭水化物を半分にしましょうと言われて、私はもう馬鹿正直な人間ですから、愚直なまでに本当に半分にしておるんです。で、言わんとしてることはわかるんです。1日に摂取する炭水化物の量を半分にということだと思うんですが、はい。本当にトースト2枚食べていたところを1枚に、ご飯を1膳食ってたところを半分にしましてね、最初非常につらかったんですけども、ご飯にはこんにゃくを混ぜる、え豆腐を混ぜる等をして、はい、一膳にしたりねして、そういう努力をしながら、ほぼほぼ努力はうちの奥さんがやってくれてるんですが、いやもう毎食こんにゃく切ってもらってるんでね、申し訳ないなとは思ってるんですけどね。はい。とにかく1日の炭水化物を半分に、ということだとは思うんですけども、もう毎食が勝負だと、一食一食が勝負だというつもりでですね、炭水化物を半分にしてるんです。治療が始まってもう今3ヶ月なんですけども、先月ぐらいですかね、2ヶ月過ぎたぐらい、はい、2ヶ月過ぎたぐらいで無性にパンが食べたくなりましてね。で、インターネットとかで何か炭水化物を取らずにパンのようなものを食べることはできないかと思っていろいろ調べたところ、きな粉と豆腐で作る蒸しパンっていうのがあったんです。これが作り方すごく簡単で、豆腐ときな粉をもうボウルでぐちゃ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 ってかき混ぜて、はい、大豆ですからね、低 GI です。はい。血糖値が食べた後も急激には上がらない。全部大豆ですから。でそれを、耐熱用の、容器あるじゃないですか。電子レンジ OK なやつ。あれに入れて、で、そのまま、蓋を開けてチンするだけっていうね、のがあったんですよ。で、これ大人気なのかなと思ったのが、何人もの人が同じレシピを上げてるんですよね。何万再生もされてて、皆さん。はい。で、これはいいなと思ってね、作ってみたんです。すごく簡単でした。で、出来上がったら本当にね、もなんていうかな、しっとりした、もう蒸しパンそのものですよ。蒸しパンそのもの。味以外は。
あの残念ながらパンの味はしないですよね。豆腐ときな粉ですから。で、大豆です。はい。で、食べてみたら、食感もね、確かに蒸しパンなんですけども、どちらかというと、ふわふわの、えー卵焼きみというか、パンではないです。パンではなかったんです。私の求めていたパンではなかったんですね。で悔しいなぁと思って。あのやっぱりその動画にしてる方々もね、その低等とか低 GI っていうキーワードで検索されることを狙って、まあ、されてらっしゃるでしょうからね。で、まあ、我々糖尿病の患者の皆さんね、やっぱりどこかでこう、やっぱり食べたいものは食べたいっていうそういう欲求がありますから、それに応えようとしてあげてくれているんだとは思うんですけども、インターネットの方にね、インターネットの方に上げてくれてるんだとは思うんですが、そういうこういうのがあるよ、低 GI で低糖で蒸しパンみたいなものが作れるってね、食べれるからねって教えてくれてるんですけども、これね、僕が僕がそういうのを伝える側だったら、これはネットに上げないっていうものだったんですよ。ものでした。いや、ごめんなさいね。これは個人的な意見ですよ。あれを美味しい、美味しいと言って食べる人もいるでしょう。いるでしょうね。大豆が好きな人。そもそも、私、豆腐も好きだし、きな粉も好きなんですけどね。あれは、あれはもう一回作ろうとは、思えなかったですね。で、それでも私は、なんとかして低 GI の低糖のパンを食べたいと思ってますから、はい。とにかくね、パンが食べたい。で、パンも先ほど言った通りですね、半分にっていうのがあるんで、例えば、今まで私ね、やっぱり大好きだったんです。ご飯、パン、炭水化物が大好きだった人間なんで2枚食べてたんです。朝食とか。お昼で食パンを食べる時も2枚食べてました。はい。だからもう、食パン食べる時は1枚にしようって思って守ってるんですけど、1枚だとね、ホットサンドが作れないんですよ。ホットサンドが食べたい。2枚の食パンにベーコンとチーズを挟んで、ホットサンドメーカーで挟んで、焼いて、熱々のホットサンドが食べたい。ああ、これあかんな。他の同じ病気の方が見て、この動画を見てね、あかん、私の食欲が移ってしまうかもしれない。みんな節制してるのに。ごめんなさいね。そう思い立った私はね、なんとか、まあ、半分とはいかないまでもね、カロリーなり、糖質がです。はい。炭水化物が半分とはいかないまでも、こう、いわゆる低糖質なパンを作れないか、自分で作れないかって思ったんですね。幸いうちにはホームベーカリーあるんです。はい。で、これもネットで調べたんですね。オートミールで、まあ、いわゆる糖質を少しでも下げた。で、オートミール自体はカロリーはあるんですよね。ただ食物繊維が多いから、食後の血糖値の上昇を、食後の血糖値の上昇をこう結構抑えられるっていう食べ物なんですけども、それを混ぜてるっていう方がね、これも多数いらっしゃいました。レシピもね、細かく載ってるんです。写真も載ってました。美味しそうでした。これならね、まあ一食、あの、私ほら、先ほど
言った通り一食一食を勝負にしてましたから、結果的にね、以前の半分の炭水化物にして暮らしてくださいねっていうお医者さんの意見をお話を受けて、結果的にね、以前の4分の1ぐらいになってるんですよ。毎食勝負だと思って炭水化物減らしてますから。はい。休日のお昼なんかは自分で野菜炒めとか作ってね、奥さんが仕事でいない日とかは野菜炒めだけとかっていうね、超低炭水化物、そんな生活ですから、まあ一食ぐらいオートミールを混ぜたパンでホットサンドを作ってもいいんじゃないかと、作ろうっていうふうに思いましてね、インターネットに載っている皆さんが挙げてくれたレシピを見たわけですよ。ホームベーカリーで簡単に作れる、ご自宅のお宅のホームベーカリーでも作れます、オートミールの健康志向な食パン、そんなのを見たんですけども、皆さん挙げてらっしゃるんですよ。蒸しパンの時のようにたくさんの人が皆さん挙げてくださってるんですね、レシピを。ただね、ホームベーカリーって一台一台分量が違うんですよ。そりゃそうですよね。メーカーも違えば、ホームベーカリーが作られた時期も違えば、米パンを作れるのもあれば、うちも米粉で米パンは作れるのか、作れないのもあるだろうし、作れるのもあるだろうし、はい、米粉でね、そんなのもあるじゃないですか。どの方の情報がうちのホームベーカリーに対応しているのかは皆目わからんのです。私凝り性なんでね、これはどういうことだと思ったら、まめにいろいろ調べることにしてるんですね。で、結論言うと、多くの方のレシピから分かったことは、普段作っている食パンの小麦の量、はい、小麦の量、これ5分割しまして、小麦の量を5分の4ぐらいにします。で、残りの重量をオートミールに変える。あとは基本的にはパンを焼くときと、普段ご自宅のホームベーカリーでパンを焼くときと同じ。大体ですよ、大体。だっていうことが分かりました。それ皆さんのレシピと、私のホームベーカリーでパンを焼く時のレシピと、いろいろ計算した結果ね、そういうことだったみたいです。はい。それをね、教えてくれてる人がね、あれだけね、オートミールを小麦に混ぜた食パンをレシピをあげる人があれだけいるのに、それを教えてくれた人、それをちゃんと伝えてくれる人はね、ほんの数人でした。いたんです。はい。だいたいこれぐらいの分量ですよって。ちなみに言うと、数人って言いましたけど、一人でした。一件しか見てないですね。はい。混ぜるオートミールの量は、普段の小麦粉の総量に対して、15% から30% ぐらいがいいですよと。その分の小麦は減らしましょうみたいなことを書いてるのは一人だけでしたね。その人のおかげで、ああ、やっぱりそうかっていうことになったんですけど。ただ、だからといって、うちのホームベーカリーで成功するかどうかはわからないじゃないですか。もう2週間ぐらい前ですか。冒頭で言った通り、休みの日に雨が続いてですね、サイクリングに行って収録ができなかった週、あの時ですね、これはやろうと思って試しに作ってみましたね。はい。これが全く膨らまないんです。なんか
ちょっとぎっちり詰まった感じ、膨らんでないんですよね。ふわふわのパンにならない。はい。で、なんせね、レシピが不明のままやってますから、おおよそは大体これでいいだろうと思っても、パンなんていうのはものすごい繊細なね、それはもう古代エジプトのブドウパンの時代から、もう人間が考えに考えを上げて、練って、練り上げて作り上げた究極のレシピですからね。そら、極東のね、米しか食ってないような我々、日本人が、そんな思いつきでパッと作れるようなものではないんですよ。我々日本人、米の炊き方はひょっとしたら世界一かもしれませんけども、えパンを作るっていうのは、これは一筋縄ではいかないな。いや、お米炊くんだったらね、だいたい自分の炊飯器の、水の量ね、目分量でもいけば、目分量ってことはないですけど、だいたいいけますよね、お米だったら。うまく炊けると思いますよ。半合でも炊けるぐらいですから。えーパンって言われた瞬間にね、やっぱこれ難しいな。どれをどうしていいのか、ちょっと皆目わからん。膨らまないパン、バターを増やせばいいのか減らせばいいのか。砂糖の代わりにラカントっていう、甘味料を使ってますから。で、ラカント自体は砂糖と分量は同じで大丈夫ですっていうふうに言ってますけども、生地の段階で入れて発酵させてとかってなったら、それは本当かどうかって分かんないじゃないですか。あとスキムミルク、えーオートミールを混ぜることによってまたね、バターやスキムミルク、ラカント、どういうふうに、小麦だったらの量ですからね、レシピに載ってるのは、うちのホームベーカリーの。で、あくまで皆さんがインターネットに上げてくださったオートミールの入ったパンのレシピっていうのは、あくまでその方の自宅のホームベーカリーでの話ですからね。これは難しいなーって思ったんです。ただもうね、味自体は全然あれ良かったんですね。悪くなかったんです。あ、これパンだ。ちょっとみっちみちだけど膨らんでないけどパンだ。って思って、そこから、3日間ぐらいかけて、で自宅で作ったもんですから早く食べないとっていうんで、奥さんもね朝パンにしてくれて食べたんです。で食べ終わってまた挑戦しました。膨らまないんです。水の量かなバターの量かなとか思ってちょっと試したんですけど、いろいろ見ましたよ。パンが膨らまない理由とか、発酵がうまくいってないとか。発酵がうまくいってない可能性は十分に考えられますよね。なぜ5分の1はオートミールですからね、小麦じゃなくて。はい。パンの生地みたいにこう間に発酵して空気が入り込むわけじゃないですから、オートミール自体は。これはやっぱりオートミール砕いたやつを買ってこないとダメかなとかね。そのままのオートミールでやってましたからね、私。うわ2回目も膨らまないんです。試したんだけど膨らまないんです。で、そのパンが食べ終わった頃にまた2、3日してからもう一度作ったんです。水が足らなかったのかなと思いましてね、先にオートミールを、レンジで作ってから混ぜるみたいなことをやってみたんですね。やっぱり3回目も膨らまない。どうしてかなって思ったんですよね。で、4回目に挑戦しようかな、もう諦めようかなと思ったんですね。で、どうしようかな。で、もう3回作ってますから、
材料もね減ってきてる。うん。で、残りのラカントも少ない、甘味料も少なくなってきてる。スキムミルクはなくなったんで買いに行かなきゃいけないな。バターも新しいの買わなくちゃな。ちょっとちゃんと調べようと思って冷蔵庫をこう開けましてね、一個一個の食材がどれくらい残ってるか、見てみたんですね。そしたらね、冷蔵庫で保管している、ドライイーストの賞味期限が2018年4月30日だったんです。お前かと。お前かと。お前だったかと。いや、ドライイーストって、いや、一番大事なところなんですけども、これだから、あれですよね。そんなにハンモにパンを作ってなかったんですよ。はい。私が糖尿病の治療を始めてからは、炭水化物を控えてますし、作ってなんか全く動かしてなかった。3ヶ月は少なくとも動かしてなかった。その前に作ったのはいつだろう。半年ぐらい前かな。うん、っていう感じなんです。はい。で、気づいてなかったですね。気づいてなかったんです。ネットに書いてあったんですけどね、ドライイーストが古いと膨らまないって書いてあったにもかかわらず見逃していましたね。4回目に挑戦して見事に、もう皆さんのおっしゃる通りでした。はい。小麦の総量の普段の小麦の総量の15%から30%ぐらい、それをオートミールに変える。うん。あとは食パンをいつも作るのと同じレシピで作れます。はい、これが一番正しいオートミール入りの食パンの作り方だと思います。見事に膨らみました。すいません、長々と。今日はですね、こういう回、いろいろ今、いろんな作り方をしてるんです、動画を。どういうふうに、どういうふうにやったら仲間の同じ病気で頑張ってらっしゃる皆さんとつながれるのか、喜んでもらえるのか、楽しんでもらえるのか。大変な生活ですけどね、治療しながらっていうのは。私も病院に行ってみて、病気になってみて分かったこともたくさんあります。はい。怖かったりもしますよね。不安だったりもします。はい。そんな中、明るく、楽しく、強く生きていけたらなと、皆さんとね、はい、思って、いろんな作り方を試してるんですが、それの一つですね。ラジオ的な作り方を今回はしてみました。はい。もしよかったらまたね、聞きに来てください。ただ次がこんな動画かどうかは分かりません。いろいろやってますんで、はい。どんな作り方がいいのかなとか思ってます。はい。とにかく、今日はこれぐらいで失礼させていただきますね。はい。ぜひ YouTube のチャンネル登録、あと違うサイト、ニコニコ動画でも上げてますんで、フォローしていただければ幸いです。糖尿か、はは、ふふん、糖尿か。